前田さんです。拓江丸の船長与永です。長い冬が終わり、働く時期がやってまいりました。で、今回は仕事始めの船おろしから毛ガニカゴ漁の出漁準備を一気に解説。まずはホタテ船団と合同で行う船おろしからスタート。押すぞー。重ってだる。押してもらおうぜ。おお、いいな。押せ押せい。はい、ということでまずは船を乗せる船台を移動、船底の中心にセットします。あれ、そんなもっと薄いのないんだ。ないでバギと呼ばれる木の板を船底に当てたら間に矢を打って固定します。はい、じゃあキャップ。そして船台のスイッチを押して船をジャッキアップ。船が持ち上がると今まで乗っていた船台から船が離れて横移動の準備が完了。みんなで船台を片付けます。あとはホイールローダーで引っ張って浄化施設へと移動開始します。はい、それでは縦移動のレールまで来たら微調整してジャッキを下げます。戻ったと。いいのか。わあ、いいわ。レールに無事降りたら横移動用の台車を引き抜きます。ベルトの準備ができたら縦移動開始。緩衝材のついたホイールローダーのバケットで押して船を移動させます。ベルトをかける位置まで来たら線路のレールを外して巻き上げ開始。船をベルトで吊って海へと移動します。で、船を運んできた台車はすぐに次の船へと移動開始。2台の台車で効率よく船を下ろしていきます。前後40トン巻きのベルトに吊られた船は海へと移動。ペンキも塗ってきれいになった船たちが3ヶ月ぶりに海へと浮かびます。で、橋を渡して船頭と乗組員、そして機械屋さん、エンジンのサービスマンですね。それぞれ船に乗り込んでエンジンが始動。自分の港、停船している場所へと移動させます。で、冬の間に船がキンキンに冷えてしまっていて、全後進のレバーのレスポンスが著しく低下。で、船が温まるまで五兵アスタンのタイムラグがものすごくて運転が非常に難しくなっております。はい、船が出ていったベルトを次の船を吊るすためにまた元の位置にセットするんですが、巻き上げる速度が遅く時間がかかってしまうので、こうやってタイヤショベルで引っ張って時間を短縮、少しでも待ち時間がないように工夫しております。はい、ということでホタテ船25隻、毛ガニ船8隻の船おろしをタイムラプスで撮影してみました。この日は7時間かけて全船おろしたんですが、タイムラプスだとあっという間ですね。毛ガニ？さあ、いよいよ拓江丸の出番となりました。朝7時半に始まった船おろしも現在午後の3時過ぎ、日も傾いてきております。で、船おろしは一応2日間でやる予定だったんだけど、今日がね順調すぎてまさかの順番回ってきて完全に油断してました。
か。あげるよー。いいよー。はい、ということで拓江丸もジャッキアップして船台を外していきます。でバギが当たっていたところは冬の間にペンキを塗ることができないので、移動している間にペンキ屋さんがこうやって掃除してね、速乾用のペンキを塗ってくれます。ここサムネいいかも。あぶね。はい、それではブリッジに乗り込みエンジンがかかるのを待ちます。よいしょ。今年は大丈夫だな。うわー、微妙だなおい。おう、かかったなおい。もう一回。いいからな。来た。さあ無事エンジンも始動。16年目のエンジンもね元気よく目覚めてくれました。味聞きます。聞け。あと電源入れていいんじゃないかな。4切ったから。はいよー。オッケー。いい？オッケーです。いいな。浄化施設から船をアスタンで出して岸壁へと発進。船が冷えているためガバナのねレスポンスが悪いので、早め早めの前後進で岸壁へと着岸させます。オッケー。はい、船下ろしの予定が早まったので次の日カニ漁に必要なものを準備していきます。で去年は浄化している状態で取り付けたローラーなんですが、今年はね船の上に残雪も多かったので船を下ろしてから取り付けることにしました。でローラーの中に入っているベアリングは去年のうちに交換済みなので、そのまま船に取り付けていきます。早っ。やっぱり？詰まってる。持ってくわ一回。あ、了解。うわー。剛さん15年分。ここに詰まったこれ。明日出るでしょ。明日出る。まだ昼から来るからさ。あ、すいません。一回持ってって入れて全部。すいません、お願いします。はい、ということでブリッジに入った瞬間目が開けてられないくらいの煙ではなく刺激臭でした。それではカニカゴを上げるときに重要な原門を外します。で
40ボルトのハイパワーで原門のボルトを外したらユニックで釣って取り外します。でこの原門にはホタテ漁の時に使う八尺投げ機がついていて、もうちょっとね人力で持ち上げるには少し重たいので無理せず機械の力を使います。気をつけといていいだ。船の段取りが終わったので、明日の違法漁具調査で使う縛りを氷蔵から出します。これは縛り引きといって、毛ガニ漁が始まる前に今年操業する漁場へ行って自分たちの漁具を仕掛ける場所に違法漁具などがないか調べるためのものです。そしたら明日は6時出港。6時。毛ガニ？はい、ということでね、準備も終わり、明日の縛り引きに向けてね、ここの落とし窓に貼ってるフィルム、これのね、交換をしていきたいと思います。これは東北製鋼さんから来たのかな。ジオマテックっていう会社の GMOS っていう超撥水シートなんだけど、これをね、この落とし窓の外側に貼っていきます。内側にもね、もうこれ貼ってあります。こんな感じでフィルムがね、任さってきます。でね、これ1枚約5000円ということでね、このフィルムを貼っていきたいと思います。はい、でちゃんとねこののり面とかって書いてくれてます。よし、はい、のり面だからどっちを貼るんだな。 OK、 まずは剥がしてこよう。一度きれいにして、よっしゃ、1滴2滴入れた洗剤入れた水をね、そしてのり面ね、こんな感じでできます。スクレーパーで空気と水分を出す。余計な水分を拭き取って、果たしてうまくいくんでしょうか。これどっちにもかかさってるってどういうこと？こっちにもかかさってるよね。一体どういうことだ？私が間違ったのか。そういうことか。 OK、これのり面、これをこうやって貼っちゃってたわけ。これを1枚剥がすと、こういうこと、こういうことだったんです。はい、そしてこれを持っていって、さっきののり面ってついてた方を貼る、こういうことだったんです。で空気を逃がして、よっしゃ、こういうことだったんです。こういうことだったんですよ。ちょっと空気入っちゃったな。はい、ということでね、自分の施工ミスが発覚してもこんな感じでフィルムが貼れました。使ってみるのが楽しみです。東北製鋼さん、ありがとうございました。寒っ、頑張ってこいよ。行くよ。それでは違法漁具調査の縛り引きへ出発。もう寒すぎてね、クラッチ全然入んない。去年違法漁具を見つけたポイントへと向かいます。絞れちゃった。だからこっちは映るもん。撥水シートだから、ほら全然違うっけよ。こんだけ差出るもん。これはいいね。これは動画になるわ。で、外気温が寒すぎて潮境では一部が結氷。下沖へ走っていくと外国船籍の大きなコンテナ船が航行していました。で、先に着いた仲間の船が縛り引きを開始していますが、拓江丸だけ去年違法漁具のあった場所へと向かいます。ポイントに着いたら縛り引きの準備をして調査を開始。
プロッターに入れた印付近をくまなく調査、去年のね残骸を探します。鉛入りの 200m のロープで縛り引きを開始。1足から2足にしてトローリングを効かせながら栄光スタート。 1.5 ノットほどで引っ張ります。変わんねえな。なんか答え消して。はい、ということで2時間ほど頑張って引っ張ったんですが、違法漁具がねかかった感触はなし。少し船速が下がったところで巻いてみます。監督今ちょっと答えだから巻いてるけどあれだわ、何もかかってなかったらまっすぐ帰ると。答えてねえべ。何かかってた？やっぱりあるのはあるんだな。持って帰ってゴミステーションで投げるべ。よっしゃ、あと帰ると。残念でした。去年の残骸かからず。はい、ということで去年の残りがあるのは分かってはいたんですが回収はできず、まあ11ヶ月も経っているので場所がねずれたのかもしれません。残念。今走った。了解。行くぞ、ホスペチャレンジ。出るの？すげえの。たくさんだ、24.5 出れば。午前10時20分、2024年シーズンの1航海目を終え無事帰港しました。で違法操業していた形跡もなかったので今年も無事毛ガニカゴ漁を開始できそうです。1個回収してきた。今日の戦利品これだ、これ。よいしょ。はい、残骸回収。それでは倉庫に移動してのしと呼ばれるロープをトラックの荷台に積んでいきます。のしとは1丸 200m のロープを12本連結させたもので、こののしを海に沈めてロープについているサバ口にカゴを結んで毛ガニを取ります。で今回は初日の4本分を積みました。残る作業ももう少し。あとは船にのしと毛ガニのカゴ、のしを沈める石やアンカーなどを積んで準備完了。船員さんたちと手分けして船に積み込んでいきます。でのしが積み終わったら空いてる方に石とアンカーを積みます。でのしを片方に寄せて積むとどうしてもね船が傾いてしまうので、この石とアンカーで船のバランスをとってあげます。はい、ということでね、出漁準備完了しました。神棚に餅をお供えして拝みたいと思います。米と塩。はい、それでは今年もよろしくお願いします。
よし。はい、出漁準備完了しました。15日からのね、カニ漁頑張っていきたいと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。